おはようございます。ちげです。屋久島から自分らしく生きるを探求する未来を作るラジオへようこそ。さて今日は10月2日木曜日の放送です。今日はですね、焚き火と対話の話をねしていきたいなと思っています。で、昨日ね、ある大学生、僕が主催しているファシリテーションとして参加している大学生のキャリアワークショップに参加した学生とちょっと話してて、改めてね言語化できたことがあるんで、その話をしたいなと思います。で、どんな話をしていたかっていうと、プログラムについてね興味を持ってくれて質問してくれて、毎回焚き火ってやるんですかって、焚き火ってどんな効果があるんですかって質問をくれたんですよね。で、その効果についてね、僕なりにちょっと言語化してみたので、ちょっと話してみたいなと思っています。で、僕は経営者向けのリトリートでも、大学生向けのワークショップとかでも、チームビルディングとしての屋久島プログラムでも、必ず焚き火を囲むんですよね。で、焚き火を囲んでみんなで対話をする。そして自分と対話する時間を持つっていうのをやってるんですね。で、実は焚き火の中に、焚き火と対話には、いろんな関係性があるんですけど、今日は焚き火と対話の中でも2種類の対話について話したいと思っています。これ見えている対話と見えてない対話って表現したんですよね。で、例えば、焚き火を囲んで振り返りをしたりとか、思ったことを話したりする中で、誰かが話してる時がありますよね。で、これが見えている対話なんですよね。A さんが喋って、で B さんがそれに答えて、で C さんが話してみたいなね、これが見えている対話。例えば焚き火の対話を録画したり映像を撮ったりね、議事録を撮ったりするとすればね、文字起こしを撮ったりすると、その文字となって映像となって音声となって聞こえてくるのが見えている対話なんですよね。顕在化されている対話と言ってもいいかもしれないです。で、実はその人が A さんが話し終わった後とか、A さんが話してる最中にも、もしかしたら沈黙の時間があったりとかねするんですよ。で、この沈黙の時間っていうのは実は見えてない対話が起こってるんですね。例えば、次こんなこと話そうかなとか、あの人がこう言ってたなとか、自分は思ってるんだろうなとか、そういえばあのプログラムの中であんなこと思ってたなって、ずっと自分の中で対話が続いてるんですよね。で、焚き火の重要性って、焚き火の大事なところって、例えばね、これが普通の会話だと沈黙があると、なんか喋らなきゃとか間を埋めようとして、ついつい誰かが喋っちゃうんですね。でも焚き火を囲んでいると沈黙でもいいって思えるんですよ。沈黙でも火を見ていれば、この間が持っている感じがするんですよね。焚き火を見てればいいんです。で、相手の顔もちょっと薄暗くて見えにくかったりするんで、だから自分に集中して自分と対話する時間が持てる。で、風とかこの炎の揺らめきなんかがそれを集中力を増してくれるんですね。で、この対話の時間を加速させてくれる。これが焚き火の大きな持つ価値なんじゃないかなと思っています。で、僕らはどうしても見えている対話ばかりに意識を向けがちなんですよね。でも本当に大切なのは見えてない対話、自分の内側で起こっている対話、自分の本当の本心や本音、本当の気持ち、自分の潜在意識側、それに気づいていくことなんですね。で、これっていろんな場面でもそうです。自分の中で見えてない対話の時間を持つ。で、自分と対話する時間を意識的に作るっていうのを、ぜひやってもらえたらなと思ってます。で、もしこのね、見えてない対話のことをね、もっと深く体験したい方がいればですね、今度屋久島でね、コーチングやファシリテーションの技術を3日間で学ぶ講座を11月に開催予定なので、ぜひね、そちらも遊びに来てもらえたらなというふうに思っています。今日ね、大学生と話してみて、見えてる対話と見えてない対話、顕在化してる対話と潜在的に起こってる対話みたいな対比で、焚き火と対話の関係みたいな話をしてみました。
今日の話は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。今日も一日皆さんも自分らしく生きていきましょう。ではまた。